皆さんこんにちは。もみじ観察日記がお送りするガーデニングトーク、今回も始まりました。さあ今回は我が家で育てている鉢植えのもみじについてお話ししていきたいと思います。はい、我が家関東なんですけど、9月に入っても相変わらず暑い日が続いています。日中の気温が30度を下回るのって毎年お彼岸が過ぎた頃、つまり9月の下旬くらいなんですよね。そうですね。でこの鉢植えのもみじなんですけど、気温が35度くらいになるといくら日陰に置いていても葉っぱが傷んでくるみたいなんです。そうなんですよ。鉢植えだと特に影響を受けやすいみたいで。最近植物にエタノールやお酢を薄めた液を与えると暑さに強くなるなんて研究があるって聞きましたけど、はい、何か試してますか？はい、今年はですね、微生物資材を使ってみてるんです。光合成細菌とか乳酸菌、酵母菌なんかを含んだいわゆる EM 活性液というやつですね。これをたまに与えるようにしています。おお、微生物の力で。まだ効果があるのかどうかは正直わからないんですけど、肥料とか農薬は使わずにこの微生物資材だけで育てていこうかなと思っているんです。それは楽しみですね。今後の成長レポートもまたこの番組で聞かせてください。はい、ぜひ。というわけで我が家のもみじの9月の様子をお届けいたします。全部で13本ご紹介いたします。ちょっと長ったらしい内容なので、概要欄から似たいもみじの品種だけを選んでご覧いただくこともできますので、よかったらご利用ください。まずはじめにご紹介するのは限り錦という品種です。はい。この限り錦なんですけど、はい。季節の移り変わりとともに太陽の当たり方も変わってきました。そうですよね。今まではずっと日陰に置いてあったんですよね。そうなんです。それが最近はお昼の3時間くらい直射日光が当たるようになったんですよ。そうなんです。それは葉焼けしちゃいそうですけど、どうですか？それが全然葉焼けすることなくはい。元気に育ってくれているんです。へえ、すごいですね。品種によってもだいぶ違うんですね。直射日光にも耐えられるくらい丈夫な品種なんだなって改めて感じました。次は袖の内です。はい、この袖の内なんですけど、はい。毎年夏になると葉焼けを起こしてしまうので、はい。1年に1回置き場所を変えているんですよ。それでもダメでしたか？今年もやっぱりダメでした。かなり葉がボロボロになってしまって。それは残念ですね。お試しで去年接ぎ木で増やしたものを別の場所で育てていたんですよね。はい、そっちもやっぱり葉焼けを起こしてボロボロになってしまいました。なかなかのデリケートさんなんですね。そうみたいです。実はこれ以外の我が家にあるひなうちわ貝でも全部葉っぱが傷んでしまっていて、それは大変だ。かなり涼しい場所じゃないと育てるのが難しい品種なのかもしれないですね。これは慶寒山という品種です。はい、こちらもひなうちわカエデの品種なんですけど、遮光カーテンの下、さらに他のもみじの陰に置いてあるにもかかわらず、毎年葉っぱが傷んでしまうんです。それは相当デリケートですね。そうなんですよ。しかも気がついたら枝枯れもしていて。厳しいですね。ひなうちわカエデはやっぱり涼しい環境じゃないと育てるのが難しいんでしょうか？そうかもしれません。最高気温が30度を超えなくて、最低気温も25度を下回るような場所じゃないと元気に育たないんじゃないかなって思います。日陰に置いていても気温が高いだけで矢はけを起こしてしまうんですね。はい、暑さそのものがダメみたいで、小さくて可愛い葉っぱなのに本当に残念です。こちらはさつき紅です。はい、このさつき紅、はい。新しい葉が開く春の時期だけ、はい。葉先が赤くなる品種なんです。なるほど。でも夏になるとその模様はなくなって、一般的な大もみじと同じような感じになります。そうなんですね。
季節で表情が変わるんですね。そうなんです。そしてもう一つのサンスキベニなんですが、はいはい。 7月に葉焼けを起こしてしまって7月24日に全部の葉っぱを刈り取ったんです。いわゆる葉刈りですね。その後どうなりましたか？葉刈りをしてからだいたい40日くらい経った状態なんですが、新しい葉っぱが出てきました。でもちょっと形が不揃いなように見えますね。そうなんです。葉刈りをした後に生えてくる葉っぱって、本来の形とは違って、こういうふうに形が不揃いでちょっと不細工な葉っぱになることが多いんですよ。なるほど、でも元気に出てきてくれたっていうのが嬉しいですね。そうですね、ちょっと不細工でも、また頑張って生きてくれているんだなって感じました。こちらの品種はほのかです。はい。ほのかも先ほどのさつき紅と同じ日に葉っぱを全部刈り取ったんです。葉刈りですね。その後はどうなりましたか？新しい葉っぱは出てきてくれたんですが、ご覧の通りかなり形が不揃いになってしまって。確かにちょっと見た目が残念な感じになってしまいますね。そうなんです。やっぱり葉刈りをした後の葉っぱってこういう形になることが多いので、見た目的にどうなのかなって思ってしまいますね。理想としては春に出た葉っぱをそのまま秋まで残すことですよね。まさにそれです。葉焼けさせずにきれいに紅葉させることが一番ですよね。それが一番の目標ですね。はい。来年こそは頑張りたいと思います。こちらは織姫になります。はい。この織姫、晴れか日は1日の中で4時間くらい日が当たる場所に置いているんですが、頑張って暑さに耐えてくれています。4時間も直射日光に当たるのに元気なんですね。比較的暑さに強い品種なんですか？そうだと思います。でも実は去年までは枝もよく伸びていたんですが、春からはほとんど成長していないんです。どうしてでしょう？この織姫以外も全体的に春からは成長が止まってしまっているんですよ。多分去年の秋から肥料を与えていないからかもしれません。なるほど。肥料をあげていないから成長もゆっくりになっているんですね。そうですね。引き続き肥料は与えずに土の中の微生物の力を信じてみようと思っています。微生物の力だけでどこまで成長してくれるか楽しみですね。そしてジョーダンです。はい。このジョーダンというモミジ、イタリアで搾取された大分や名月の品種なんですよ。へえ、イタリア生まれなんですね。おしゃれな名前ですね。そうなんですよ。その名前は搾出した農園のジョルダーノさんという方の名前から付けられたそうです。なるほど、その方の名前だったんですね。最近ホームセンターとかでもよく見かけるようになりましたよね。はい、そうなんです。以前はあまり見かけなかったんですが、最近はだいぶ流通してきたみたいです。こちらはオレンジドリームです。はい。このオレンジドリームも先ほどのジョーダンと同じイタリアのナーセリーで作られた品種なんです。またまたイタリア生まれなんですね。そうなんですよ。この品種は春、夏、秋ととっても分かりやすい色の変化が楽しめるのが特徴です。イロハンモミジの中でも優等生的な品種だと思います。季節ごとにいろんな表情を見せてくれるんですね。初心者の方にも育てやすそうですね。まさにその通りです。手軽に色の変化を楽しみたい方にはすごくおすすめの品種だと思います。ぜひ育ててみたいですね。はい。もしお店で見かけたらぜひチャックしてみてください。こちらは黄金板屋です。はい。この黄金板や別名で金隠れとか隠れ傘なんて呼ばれることもあります。海外ではオーレウムとかフルムーンメープルって呼ばれているそうですよ。オーレウムですか？かっこいいですね。どういう意味なんですか？オーレウムは黄金葉、つまり黄金の葉っぱっていう意味があるみたいです。その名の通り黄金色に輝く葉っぱが魅力的ですよね。はい。ところが我が家の黄金板屋には去年からたくさんのアリが住み着くようになって、今年もまたたくさんのアリが出入りしているんです。
虫が来るのってその木自体が弱っているからだって聞いたことがありますけど。そうなんですよね。多分幹の内部にアリが住み着いているのかもしれません。殺虫剤とかは使いましたか？いえ、とりあえずは使わずにアリも一緒に飼うことにしました。なるほど。次は黄八丈です。はい。黄八丈っていう名前、八丈島に伝わる草木染めの絹織物で黄八丈っていうのがあるんですが、その色に似ているから名付けられたんじゃないかなって私は思っているんです。そういう由来があったんですね。いやいや、あくまでも私の想像の話です。その絹織物の黄八丈もこのもみじの黄八丈もどちらも西暦1700年頃に作られたって言われているんですよ。そうなんですか。歴史を感じますね。そしてこの黄八丈、葉っぱの切れ込みが深いのに全体的に丸みを帯びていて、すごくバランスの取れた形をしてるんですよ。確かにシャープな感じと柔らかい感じが両方あってすごく美しいですね。はい、まさに日本の美という感じがします。こちらは笠木山です。はい。この笠木山、去年は11月の終わり頃にきれいに赤く紅葉してくれました。11月終わりですか。小さい植木でも紅葉を楽しめるんですね。そうなんです。今はちょっと傷んでいる葉っぱもありますが、このくらいなら大丈夫かなと思っています。この状態をキープできれば、今年もまた美しい紅葉が見られそうですね。これは小葉内若枝の品種三笠山です。はい、この三笠山も赤く紅葉するタイプなんですが、そもそも小葉内若枝の品種ってあまり多くないんですよ。そうなんですか。どうしてでしょう。園芸品種じゃなくても原種の小葉内若枝でも十分可愛らしいものが多いので、わざわざ名前をつけるほどではないってことなのかもしれませんね。なるほど。それだけ元々の美しさがあるんですね。ええ。ただ海外で出版されたもみじの専門書の中には、三笠山の葉っぱの形はあまり見栄えが良くないって書かれているものもあるみたいです。そうなんですか？はい。でも私自身はこのように葉っぱの切れ込みが浅いもみじが好きなので全然気にならないですね。確かにこの丸っこい形が可愛らしいですよね。そうなんです。好みの問題かもしれませんね。さあ、今回最後にご紹介するのはもみじの品種清姫です。はい、この清姫、今年は遮光カーテンの中にある別のもみじの影、つまりほとんど直射日光が入らない場所に置いていたんです。それが良かったんでしょうか？そうなんです。そのおかげか今のところほとんど葉っぱが傷んでないんですよ。おー、素晴らしいですね。そしてこの清姫、我が家で唯一盆栽風になっているもみじなんですが、実は5年くらい前は高さが10センチにも満たない挿し木苗だったんです。そんなに小さかったんですか？どうやって盆栽風になったんですか？浅い鉢に植えて長く伸びすぎた枝だけをカットしていたら自然に全体が丸くまとまってきたんです。すごい。自然の力ってすごいですね。ただもう2年半以上植え替えをしていないので、鉢の中では根っこがかなりパンパンになっていると思います。そうでしょうね。根が伸びられないせいか葉っぱも少し小ぶりになったような気がしますね。はい、やっぱりそう思いますか？なので次の冬には植え替えをしようと思っています。というわけで今回は我が家のもみじの鉢植え9月の様子をお届けしました。はい、皆さん最後までお付き合いいただきありがとうございました。どのもみじも夏の暑さに耐えながら秋に向けて頑張ってくれている様子が伝わってきましたね。そうですね。特にこの葉刈りをした後の葉っぱの様子やアリと一緒に暮らしているもみじなど個性豊かなもみじたちの姿をお届けできたかなと思います。はい、これからの紅葉シーズンがますます楽しみになってきました。はい、また次の機会に彼らの成長した姿をお届けできればと思います。はい、それではまた次回の放送でお会いしましょう。はい、さようなら。さようなら。